はい、皆さんこんにちは。こんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。今回の動画では口を描きます。前回の動画よしアートチャンネルその16では目を描きました。その際目を描くときにありがちな描写バイアスについて説明してきましたけれども、実は口にも描写バイアスはあります。それらも含め口の描き方を徹底解説したいと思います。というわけで、このよしアートチャンネル、楽しく自分のペースで絵を描きたい方のために画材の使い方、それから絵の描き方などさまざまなアートな情報をお届けしています。興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから高評価などもいただけるととても嬉しいです。チャンネル登録よろしくね。ところで皆さん、昔から肖像画も含め数多くの人物画が描かれていたんですけれども、どれも結構無表情ですよね。まあ少し微笑んでるのがあるかなぐらいで、例えば歯を見せて笑ってる表情っていうのはあまり見たことないなという気がします。これは肖像画などではですね、笑うという表情は不適切だと、そういうふうに考えられていたからです。昔ってそうなの？しかし今は本当に表情豊かな人物画がどんどん描かれている時代です。特に歯を見せて笑うような表情なんかもね、人物画としてはとても魅力的ですけれども、皆さんの中でどうでしょう。歯を描いてはみたものの、なんかこう不自然に見えてしまう、あるいは違和感がある、そんな感じをあるいは印象を受けた方っていらっしゃいませんかね。実はこれもですね、描写バイアスが影響しています。ではどういった描写バイアスが違和感のある不自然な感じに見えてしまうのか、これから説明したいと思います。まずはこれらの写真をご覧ください。はい、動物の場合は歯を見せる表情っていうのは威嚇であったり怒りを表しているんですね。ですから人物画の場合も、歯を描くとなんとなくそういった威嚇であるとか怒りっていう感情表現がなんか感じられてしまう、そういったこともね一つあると思うんですね。それから次のイラストもご覧ください。はい、これも笑ってはいるんですけれども、なんか違和感ありますよね。ではなぜそのように見えるのか、これからじっくりと説明していきたいと思います。ではこちらの画像をご覧ください。人の頭骨の模型です。青い線は顔の輪郭になります。歯の部分を緑色にしました。ピンクの線は歯の左右の端になります。顔の輪郭と歯の横幅の比率はこんな感じになります。この数字は顔の横幅を100とした場合のそれぞれの比率ですが、顔を正面から見ると歯の横幅って意外と狭いのでびっくりです。歯の横幅って顔全体の半分じゃん。そうだったのか。でもそれって骸骨をパッと見じゃわかんないよ。頭骨を別の角度から見てみましょう。
下顎を外して真下から見ています。青い線は顔の輪郭です。歯です。ピンクの線は歯の横幅を表しています。この角度でも顔の横幅の中での歯の占める割合がはっきりと分かりますね。この部分の唇を触ると前歯が皮膚のすぐ下にあるのが分かりますが、もし歯が矢印のように顔の表面と同じく広がっているという思い込みをしているとしたら、このイラストのように唇いっぱいに広がった歯を描いてしまうかも。これは唇と歯に対する描写バイアスの一つです。ほっぺたを触った時に皮膚のすぐ下にあるのは歯じゃなくって顎の骨だったっていうことなの？そうなんです。実際は顔の輪郭線と歯の横幅の比率はこんな感じです。口角に対して奥歯は文字通り奥にあるので、奥歯は前歯より暗く描くのが良さそうですね。だんだん暗くなってるね。この写真を見てデッサンを描いたとして、唇に沿って左右に広がった歯全体を明るく描いたとしたら、奥歯が唇に張り付いて異様に幅の広い不自然な形に見えてしまいます。確かに。歯の形に対する描写バイアスの他に明暗の描写バイアスもありますが、それは制作中の動画内で解説します。ということで、歯を見せて微笑む口のデッサンを描いてみます。形を正確に描く手順を説明します。まずは正中曲線。これだとちょっと複雑なので、上唇と下唇に点を打ちます。その2点を結んだ正中直線の角度が重要になります。この正中直線から描き始めましょう。左右の口角にも点を打ちます。その2点を結んだ線と正中直線の交わる角度に注意しましょう。直角ではありませんね。下唇と口角を結んだ V 字ライン。この三角形の形を捉えてデッサンを描くときに役立てるのも良いです。それから上唇は下向きの面なので暗く、下唇は上向きの面なので明るくなります。覚えておきましょう。
正中直線を描きます。左右の口角を結んだ線を描きます。下唇の点と左右の口角の2点を結ぶ V 字ラインを描きます。唇の形を描きます。口角では下唇に上唇が重なっています。歯を描きます。歯全体の横幅はこれぐらいです。奥歯の位置がここで、これ以上左右には広がっていません。顔の輪郭に対しとても狭いです。顔と同じように広がっているという描写バイアスに気をつけましょう。唇の立体感を描きます。面で捉えています。形を整えます。前歯がわずかに下唇の上に乗っかっていますね。それ以外の歯は唇より奥にあります。明暗の調子を書きます。鼻や口角筋など唇の周りも書きます。少しズームアウトしました。表情を作る口角筋などについてはいずれよしアートチャンネルで解説したいと思います。ではさっきお伝えした明暗の描写バイアスについての解説です。
段階調のグレースケールです。こうして見ると実は歯って一番明るくないのがわかります。むしろ肌の方が明るいですよね。白い歯が一番明るいという描写バイアスのまま描くと歯だけが不自然に目立ってしまい絵全体のバランスを崩してしまいます。白さイコール明るさではないのです。しかし状況によっては歯が一番明るく見える場合も確かにあります。そのような場合は迷うことなく歯を一番明るくしてください。正しく判断してくれぐれも描写バイアスに惑わされないようにしましょう。肌の明度と比較しつつ歯の明度を決めます。微笑みによって生じる口角筋の形をさらに描きます。上唇より下唇の方が明るくなります。それぞれの歯は立体的に膨らんでいます。歯に上唇の影が落ちています。歯の横幅や明度などが描写バイアスによって過剰に目立つ表現となってしまい、穏やかに微笑んでいるはずの表情に意図せず威嚇や怒りといった相反する感情表現を感じさせてしまう要素が入り込み、その結果不自然で違和感のある表情になってしまうようです。今回の動画では微笑んだ表情を描くときによくありがちな描写バイアスについて解説しました。微笑んだ表情の人物画をこの動画を参考にぜひ描いてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。こうして見るとしっかりと描写バイアスが何なのかっていうことを意識して書くといいっていうことが分かりましたよね。この動画を参考にして、これからも皆さん楽しく人物画を描いてください。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。では次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。